皆さんこんにちは。格ゲーライターのベックスです。この動画ではストリートファイター6の DLC キャラクターベガの先行レビューをお届けします。ベガはストリートファイター2をはじめ数多くの作品に参戦しているボスキャラクター。スト5では歩き速度が遅いものの攻撃の判定やコンボ火力の高さが強みのパワフルな性能でした。本作のベガは歩き速度が速くなっていたり、一部の必殺技がため技からコマンド技に変更されているなどスピーディーなプレーフィールに変わりました。一方でパワフルさも損なわれておらず、特に新必殺技を生かした攻めやコンボは要注目ポイント。そんなスピードとパワーを併せ持った新生ベガの魅力を技性能の紹介をしつつお伝えしていきます。ここからは必殺技の紹介をしていきます。まず1つ目は突進技のサイコクラッシャーアタック。この技はため技で弱盤は比較的発生が速いものの飛距離は短く、強度が上がると発生が遅くなるものの飛距離が伸びます。 OD 盤は発生と飛距離の両方に優れ、ヒット数も増えます。また OD 盤はガード後の隙が少ないようで、通常盤なら反撃されてしまうベガのしゃがみ弱パンチをガードすることができました。サイコクラッシャーアタックの強みは飛び道具を打ち消しつつ攻撃できるところです。ここでは竜にいろいろな波動拳を打たせていますが、通常版は1ヒット分のみ打ち消すことができるようです。 OD 版は複数ヒットの飛び道具でも構わずに攻撃できるようです。ベガ自身は飛び道具を持っていませんが、サイコクラッシャーアタックを意識させれば相手の飛び道具を抑止することができるでしょう。2つ目の必殺技は突進技のダブルニープレスです。従来はため技ですが、本作ではコマンド技になりました。この技も弱盤は発生が速い代わりに飛距離は短く、強度が上がると発生が遅くなり飛距離が伸びます。強盤は弱盤に比べて隙がわずかに少ないようなので、遠目からの奇襲に使うのが良さそうです。 OD 盤は最後に相手を打ち上げるようになります。ヒットさせた後は追撃可能でコンボパーツとして重宝するでしょう。ガードされてしまうと大きな隙を晒してしまうので、むやみなキャンセルなどは禁物です。続いては高く飛び上がりつつ派生技で攻撃するシャドウライズです。過去作ではヘッドプレスとデビルリバースという別々の必殺技になっていましたが、本作ではシャドウライズを起点として飛び上がってからボタンの使い分けで派生先を選べるようになりました。通常版は強度によって飛び上がる位置が変わり、弱盤は近くに強盤は遠くになります。 OD 盤は相手の位置をサーチするようになります。シャドウライズから急降下しつつ踏みつけ攻撃する技がヘッドプレスです。攻撃が相手に触れると再度大きくジャンプするのがポイントです。攻撃はしゃがみガードができない中段攻撃です。また飛び上がる位置をうまく調整すれば表裏が見切りづらい攻撃もできそうです。OD 盤は通常版シャドウライズから出すことができて、ヒット時はハードノックダウンとなります。ガード時はそのまま着地してベガ側が先に動けるようなので、接近戦に持ち込む手段の一つとして使えそうですね。ヘッドプレスの後に再度攻撃するのがサマーソルトスカルダイバーです。この技は方向キーで前後に移動しつつ繰り出せるので、ヘッドプレス後に派生せずに着地したり、着地すると思わせて攻撃するといった幻惑効果があります。もう一つの派生技が空中で軌道変化しつつ攻撃するデビルリバースです。サマーソルトスカルダイバーと同様に方向キーで移動しつつ攻撃ができます。軌道の制御には慣れが必要ですが、うまく使えれば
相手の対空を空振りさせることも可能です。最後にご紹介するのが新必殺技のバックフィストコンボです。この技の特徴はヒットした後に相手にサイコマインという時限爆弾をつけるところ。サイコマインは一定時間が経つと起爆するほか、特定の必殺技を当てることでも起爆します。バックフィストコンボをサイコマインをつけた状態でもう一度当てるとサイコマインが起爆して追撃ができました。サイコクラッシャーアタックも相手に触れると起爆します。 OD 版は特殊演出が加わり、相手が大きく打ち上がり、弱版サイコクラッシャーアタックで追撃ができました。またサイコマインの使い道はコンボだけではありません。サイコクラッシャーアタックをガードさせてサイコマインを起爆することでベガ側が先に動けるようです。中距離からサイコクラッシャーアタックで奇襲しつつ、そのまま接近戦に持ち込むという連携はかなり強力ではないでしょうか。デビルリバースもサイコマインが起爆します。OD 版はヒット数が増えます。サイコマインがついているときは高く打ち上げるようになり、こちらも追撃が可能でした。続いてはスーパーアーツの紹介です。レベル1はダブルニープレスのヒット後にそのまま続けて攻撃するニープレスナイトメア。OD 版ダブルニープレスからの追撃でつながり、空中でヒットした際も安定して前段ヒットするようです。投げや打撃への無敵も確認できたので切り返しとして使えそうです。レベル2はヘッドプレスのような攻撃から相手を掴んで攻撃するサイコパニッシャー。軌道が独特ですが飛び道具を抜けられるようなので飛び道具への強い抑止力となりそうです。コンボでは OD 版バックフィストコンボからのつなぎが安定しそうです。レベル3は強力なサイコクラッシャーの後に相手を叩きつけてフィニッシュするアンリミテッドサイコクラッシャー。CA 版では突進の後に爆発する演出に変わっています。ここからは必殺技以外で注目のポイントについて紹介します。1つ目は特殊技のサイコハンマーでしゃがみガード不能な中段攻撃です。ドライブラッシュから弱攻撃につながり、ガードされても先に動けるようなので攻めの手札として使えるでしょう。またベガのドライブラッシュはかなり優秀な印象です。ドライブラッシュ自体の伸びが良いのに加え、立ち強パンチなどは前進しながら攻撃できます。しゃがみ中キックにキャンセルがかかるのも嬉しいポイントですね。ここからは対空技の紹介です。ベガの対空技はしゃがみ強パンチがおすすめです。判定もさることながらカウンターヒットでダウンするようになっており、必殺技キャンセルでコンボもつながりました。また空中で2段攻撃を出す特殊技のヘルアタックもおすすめ。ヒット後は追撃が可能で、ここではドライブラッシュから特殊技のシャドウハンマーにつなげダブルニープレスで締めています。続いてはモダン操作についての紹介です。
モダン操作の通常技では立ち弱キックと立ち強キック、ジャンプ弱パンチ、ジャンプ中キック、ジャンプ強パンチが使用できません。面白いのはアシストプラス強攻撃で立ち中パンチが出るところです。またジャンプ弱攻撃にはめくり判定があるのは細かいながら良いポイントですね。弱アシストコンボは自動ヒット確認がついており、使いやすさは上々。中アシストコンボはサイコマインがつけられるためメインで狙っていきたいコンボ。スーパーアーツゲージが溜まっていればサイコパニッシャーまでつながります。強アシストコンボは OD 版ダブルニープレスで打ち上げてから追撃まで決めるコンボ。こちらもスーパーアーツゲージがあればアンリミテッドサイコクラッシャーまでつないで一気に体力を奪えます。動画の最後は CPU 戦の模様を流しつつプレイインプレッションをお届けします。本作のベガはスト5のプレイフィールとは変わったものの機敏な動きによる立ち回りの強さはスト2やスト4の頃と似た印象を受けます。ダブルニープレスのコマンド変更やドライブラッシュ性能が機敏さに拍車をかけており使いやすさを感じさせました。バックフィストコンボを決めた後は強いプレッシャーを与える時間であり、その脅威は元祖ボスキャラらしい性能だと言えるでしょう。無敵技こそ少ないものの対空や飛び道具耐性などもしっかりあるので使いこなせれば隙のない高いポテンシャルを発揮できそうです。個人的にベガ市場で一番楽しい仕上がりになっている印象なのでぜひ皆さんもプレイしてみてください。